こんにちは、ゆかです。皆さん、憧れの人っています？私、バージングループを作ったリチャード・ブランソン、サー・リチャード・ブランソンになったのかな。彼にね、憧れを持っていて、本当にね、小さい時から大きくなったら何になりたいとか、そういうことって考えてきたと思うんですよね、みんなね。で、この人かっこいいな、素敵だな、いいな、自分もこうなりたいなってとこから、誰かに憧れるっていう気持ちが生まれるんじゃないかと私は思うんですけど、小さい時、私が幼稚園ぐらいの時とかね、偉人の伝記っていうのをね、読み始めて憧れたのが、野口英世だったり、アルベルト・シュバイツァーとかね、そういう人だったんですね。貧しい、恵まれない立場、自分より恵まれない立場にある人を助けるようなお医者さんだったりだとか、声のない動物たちに声を与えるような存在だったりだとか、そういうちょっとね、人を助けるようなとか、命に関わるようなね、そういう職業の人たちに憧れてましたね。ちょうどね、小学校の年長さんなのかな、それから小学校入ったぐらいなのかな、なんかね、虫歯ができ始めてて、いっぱい虫歯ができてて、で、歯も弱かったので、私、小さい頃摂食障害とかがあってね、本当に歯が弱くて、なんかね、おせんべいバリって食べるだけで歯がこうポロって欠けちゃうようなぐらい弱かったので、歯医者さんに行ってたんですけど、その時に行ってた、本間歯医者っていうのがあるんですけどね。その歯医者さんの本間先生が、私にとってはすごくかっこよく見えて、歯医者さんになりたいなとかね、そんなことも思ってたし、もちろんそのアルベルト・シュバイツァーとかね、そういうアフリカで病院開いたりとかね、そんな人の話とかね、読んだりしたら、お医者さんとかにも憧れてたわけなんですよ。ところがね、絶対お医者さん、歯医者さんとかをやっちゃいけないなって私が、断念するに至ったわけなんですよね。私ね、多分、手先は器用な方だと思う。細かい作業も何時間やっても飽きない自信があるんですよね。私は何かを突き詰めて、根詰めてやるのが得意。嫌にならない。納得するまで1ミリっていうところまでね、多分できる人間だと思うんですけど、ずっとね、物心ついた頃から、20代後半30とかまで続いた虐待の中で、ちょっとね、まあ、ところどころでね、死にそうな思いをするじゃないですか。その、あるところでね、私ちょっとトラウマになっちゃったことがあって、お医者さんは絶対ダメだな、メスを持つ職業はダメだなって諦めるようになったんですよね、小学校の時。3年生か4年生ぐらいかな。それぐらいまでは、私大きくなったらお医者さんになりたいなとかって思ってたし、周りにね、聞かれても、ちょっとね、お医者さんみたいな、そういう職業に憧れがあるっていうのはね、言ってたんですけど、私は、虐待のトラウマで手が震えるようになってしまって、それがね、何の影響なのか、何の影響というか、どういう時にその震えが強くなるかとかもちょっとわからないし、誰も止められないんだけれども、やっぱり、その時によっては、お箸を持つのもちょっと大変になって、ナイフとフォークとかスプーンとかで食べたりとかする時もあるぐらい、もうね、なんかね、これは悔しいな、手が震えるのだけはね、これは悔しい。でも、お医者さんは絶対ダメだと。これ、注射も手の震えがあったら危ないし、これは人を死なせかねないぞと思って、
絶対メスを使う職業はダメだって諦めたんですよね。で、今まで憧れてた野口英世、アルベルト・シュバイツァーみたいな人への憧れっていうのはなくなっていった。自分はもう絶対なれないって思ったからね、諦めたんで、いろいろ模索はしたんですよ。20代ぐらいとかまで薬草だとか、まあ、中国のね、漢方、中医だとかそういうのもいけるんじゃないのかなって。でも、そこのところをやっぱ詳しくどうやったらね、薬草を扱ったり、その、漢方を扱ったりするお医者さんになれるのかとかっていうのを、進路とか見てった時に、どれぐらいのレベルかっていうのはちょっと私わからないけれども、医学的な勉強もある程度は必要っていうのを知って、注射もできない、脈は測ることはできんのかな、こうね、わかんない。でも、なんかちょっとしたところで、自信がないから、多分ダメだろうと。そういう系統のものはね、ダメだなって医学的なもの、医療とかね、そういう人の健康を支えるような夢っていうのは手放し、そういった人への憧れも手放したんですよね。で、私、ずっと物書きになりたいだとか、図書館みたいにいっぱい本がある本屋さんを経営してずっと朝から晩まで本読みたいとかね、書き物したり本読んだりしたいとかね、いろんなことを考えたんだけど、そんな私にね、強烈な憧れを抱かせた人がいて、それがリチャード・ブランソン。バージングループを作った人なんですよね。本当にかっこよくて、私、なんかのドキュメンタリーなのかな、インタビューを見たんですよね。シャツを着て、ソファーにゆったり腰掛けて、白髪混じりの少し長めの髪で、もともとね、イギリス、階級社会であるイギリスで、高い階級で生まれた方ではないですよね、特にね。だけれども、今はサーの称号も持ってる方で、そのね、サーの称号っていうのは、その方が自分の生き方で、得たものだし、なんかね、その人のね、経歴とかについてはね、別に詳しく話さなくてもいいと思うけれども、私はね、その人の生き方とあり方に強く惹かれたんですね。すごく自然なところ、何の突っかかりもなくありのままの自分でいるところ、なのに社会のために貢献しているところ、そんな人間になりたいなと。で、リチャード・ブランソンが言っているのが、ノブリス・オブリージュを持つ人になりたい。みんなもなれと、そういうところを、そのインタビューではね、説いていたんですね。ノブリス・オブリージュって、結構、上の立場の方が、下の人を助けるっていうふうにね、なんとなく考えちゃう人もいるかもしれないけれども、私の理解ではね、誰にでも持つべき概念だと思っていて、自分より持っていないものが多い人。自分の持っているものを持っていない人に手を差し伸べるっていうね。だから、誰でも持ち得る権利であって、この人間の誇りでもあると思うんですよね。権利だし、誇りだし、喜びだし。で、そこでね、ノブリス・オブリージュっていう言葉をね、
リチャード・ブランソンが話しているのを聞いて、その時はノブリス・オブリージュって何だろうって言葉から調べたんですけれど、その考えに触れて、とにかく憧れました。シャツを、大体ね、襟付きのシャツを着てるんですけれども、そのインタビューとか、他の時はわかんないけどね、リチャード・ブランソン、私が目にする時には、この襟のついたシャツを着てて、自然体、気張ることはしない。でも、自然体で気張ることはしないんだけれども、社会に対してノブリス・オブリージュを持つ生き方をされている。そういう人で、そのね、リチャード・ブランソンがノブリス・オブリージュっていう言葉を私に教えてくれて、テレビの画面越しにね。で、彼のあり方っていうのに感銘を受けて、そこのところにね、またね、自分の中でね、点と点がつながるようなエピソードっていうのが一つあるんですが、私、ミッションスクールに通っていて、カトリック系のね、学校に通ってたんですよね。で、カトリック系の学校だから、シスターがいる。このベールをかぶったね。カトリックの修道女たちと、大体学校の先生って修道女かおじいさん先生しかいないんですよ。やっぱね、若い、子供たちに刺激を与えないようにかな。とにかく修道女かおばさん先生かおじさん先生しかいなくって。私の行ってた学校はね。そんな風に私は思ってた。そうそう。だけどね、ある授業の中でね、シスターが生徒である私たちに聞くわけですよね。皆さんどうして勉強するんですか？どうして勉強してると思いますかって。私はね、その時どの程度かわからないけど、自分がね、浅い考えの人間だとは思ってなかったけれど、外に言えるような明確な答えっていうのは持ってなかったですよね。その時。なぜ自分が勉強してるのかっていうのを、いい大学行って、いい会社入ってっていうのは私の価値観ではなかったし、その勉強をして学者になりたいかっていうと、私はそこも目指しているわけではないし、何のために勉強するんだろうって。そして考えてたら、そこのクラスの中でシスター続けたのはね、世界中には、この世界には、どんなに勉強をしたくても勉強できない人がいる。どんなに学びたい学問があっても学べない人たちがたくさんいる。でも、あなたたちは、その人たちがどんな思いをしてでも勉強したいっていう勉強を今こうやってしていられる立場にある。あなたたちは勉強したくても勉強できない、そういう人たちを助けるために、そういう人たちが勉強して成し遂げたいと思う社会を作る助けをするために勉強してるんですよって、そう言われたんですよね。私それを聞いたときにね、ものすごくね、ズンと来るものがあった。私は自分のことを親からの虐待だとかで恵まれていないところもあると思ったし、もちろんね、金銭的には恵まれていたけれども、すごく自分は辛い体験をしていたと思ってた。すごく我慢しているものが大きいと思ってた。でも、外の世界を見てみると、自分よりももっともっと、もしかしたら今この瞬間生きるか死ぬかみたいな人たちもいるんだなっていうのをね、そのカトリックスクールに行ってる時にね、知
知らされるんですよね。そういう人たちがいると。その時にね、自分の浅はかさ、世界の狭さに気づいたし、自分の小さな手ができることが大きいものになり得るんじゃないかっていう期待感をすごく持った。こんなに虐待されて、こんなに苦しめられて、こんなに身も心もボロボロにされて、価値のない雑巾以下のように扱われ、蔑まれ、みたいなね、その存在がもしかしたら誰かの希望になるんじゃないかって、誰かが次の日、もう一日生きてみようって思ってくれるようなね、そういう夢を与えられるような存在になり得るんだ。そういうふうにね、すごく明るい光を見せてもらったっていうことなんですよね。シスターからその言われた言葉でね。で、そこにね、リチャード・ブランソンのインタビューを見て、ノブリス・オブリージっていう言葉を教えてもらって、かっこいいな、そういう風になりたいなと思ってね、ちょっと、そっからね、その通りの道、人生歩んできたのかっていうと、そうじゃないよね。自分の人生を生きるのに、ある意味一生懸命だった。何の、多分社会を変えるようなことはしてない。多分、ちょっとずつちょっとずつ誰かの人生は変えてる。誰かの人生に影響を与えてると思うし、思いたい。でも社会を変えるようなことはしてない。この45年間生きてきてね。45年間も時間があってね。ただ、私、そういう人間になりたいなと思うし、そういう気づきを与えられる人間になりたいなって思ってます。その気づきをね、娘に与えてあげたいし、もっともっとね、私、できることっていっぱいあるし、私はやっぱり一人の人間の可能性っていうのをまた信じて、信じ直さないといけないし、自分が今できることなんてないって言ってしまえばそれまでだけど、本当に小さなところでは、誰か次会う人にちょっとした飲み物、ちょっとした食べ物、お菓子みたいなのとか買ってってあげるだけでもその人の一日変わるかもしれないし、誰かに通りすがりの人になんか一言二言温かい言葉をかけてあげたら、もしかしたらね、偶然ね、その人はもう人生に絶望しちゃってるような人だった時は、もしかしたらその人の命を伸ばすきっかけになったかもしれない。悪くない人もいるんだなって思ってもらえたとしたら、その人の命を伸ばすような結果になってたかもしれないし、例えばこの YouTube もね、そんなにいっぱいの人見てないですよ。登録者だってそんないっぱいいない。でも、偶然これを見てくれた人が、もっともっと自分を信じることを諦めないで、自分の可能性って自分は信じればもっと広がるってね、気づいてくれるって思う。それがね、実際にどこまでいけるかわからない。社会を変えたい、人を変えたいだとか、何かね、世界を変えるような動きをする人って、もちろん、志半ばで終わっちゃう人だっていっぱいいる。方向転換しなくちゃいけない人もいっぱいいるけれども、何かをしようとする、そのエネルギーって大事だし、何かをしようとしているその姿が誰かの目に見えてるっていうのも十分素晴らしい意味があるんじゃないかなって思ってます。私、また、もちろんリチャード・ブランソンについて書かれた本はいっぱいあるけれど、
このディスクリプションの中にね、リチャード・ブランソンの私が読んで、一番最初に読んで、かっこいいなってこう痺れた本を貼っておきますね。彼はね、結構破天荒なこともしてるし、道徳的に限りなくグレーなこともしてる。多分ね、見る人が見れば。ただ、その人は、私がね、間違いなく言えることは、リチャード・ブランソンは自分が何をしたいかっていうのを分かっていて、それを成し遂げるためには、どうしたら一番大きい結果が出るのかっていうのを、自分の中で、まあね、やり方はどうであれ、考えて、あるいは感じて自分の中に落とし込んで、確信を持って行動してた人だなと思って。だから、このバージングループっていうのは、小さなレコードショップ、レコード会社、本当に個人でやってるようなレベルから世界的な会社になったんだろうなって思います。でもそれもね、たった一人が自分を信じて行動したからなんだなと。誰かに憧れを持つのって無駄に思う人もいるかもしれないけれど、もちろんね、完璧な人間はいない。それは分かってるから、その憧れの人をね、神のような存在に崇め立て祀るのは絶対におかしいことになっちゃうと思う。間違ってると思う。ただ、この人のここってすっごくかっこいい。この人のここって素晴らしいよね。この人のこの部分は真似したいよねっていう、そういう意味での憧れの対象っていてもいいんじゃないかなって思います。今、SNS とかも見て、あ、この人のここいいなって思える人がいっぱいいっぱい流れてくるけれども、そんなレベルじゃなくて、私がね、当時ね、野口英世、アルベルト・シュバイツァー、リチャード・ブランソンに憧れた時って、インターネットがなかったから、憧れる対象っていうのがそんなに多くなくて、その分、その感情もすごく凝縮されて、本当に心が震えるほど、体が痺れるほど憧れっていう感情を持ったんですよね。なんかね、その感情って最近持つことってあんまりない。あまりに情報が多すぎて、あまりにいろんな人の人生だとか、いろんな人の考えに触れることが多すぎて。だからね、もしかしたら自分の中に入れる情報が多すぎるのかもしれない。本当に絞って、その中から自分がありたい姿である人だとか、自分が生きたいように生きてる人だとか、自分が見てみたい世界にいる人だとか、そういう人に憧れて、それをね、自分のエンジンとして、あるいは何かちょっとつまずきそうな時に、自分のありとあらゆる、こうバラバラに散らばった点と点をつなげて、そこにまた引き戻してくれるような、そういう存在を見つけておくのって、やっぱり価値があるなって思います。ということでね、今日は私の憧れの人について話してみました。私もね、また久しぶりにこのリチャード・ブランソンのね、本読んでみようと思います。強烈な憧れを覚えさせてくれて、私にも何かできるんじゃないか。
何かできる、そういう社会、人に対して自分が存在する意義のある、そういう人間になれるように、このノブリス・オブリージュを持った人間になることが私もできるんじゃないか、できるんだ、できるに違いないってそうね、思わせてくれた、その憧れの人、リチャード・ブランソンでした。皆さんも憧れの人いたら教えてください。いろいろな素晴らしいこと、大きいこと小さいこと関係なく何かを成し遂げた人の本を読みたいなって思ってます。で、そういえばね、そのね、リチャード・ブランソンってね、この、シャツを、結構、ワイシャツを着てる姿を見て、私はこうなんか、バストが結構あるので、シャツ着るとね、ちょっと太って見えるのは重々承知なんですけど、それでね、なんか憧れのね、リチャード・ブランソンも着てるから、私結構このリネンのシャツ、一年中着てたりします。そう、そんなこともあるんだ。いつもじゃないけどね。ずっと暑いので、ノースリーブだとか、まあ、ワンピースみたいなのも着るんですけど、そう、シャツって結構好きで着ますね。リチャード・ブランソンのこともあるから。そんないらない情報でしたが、今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあね。